こんにちは、ワッチミックスです。今回はカナダのマイクロブランドフルークス様とのコラボレビューとして FLX001 を時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このフルークスという時計ブランドなんですけど、ヴィンテージのダイバーズウォッチからインスパイアされたそんな古典的なスタイルの腕時計をラインナップしていて、時計好きをにやりとさせるそんな通好みなマイクロブランドの一つになります。今回レビューする FLX001 はクラシカルなスタイルに、あと小ぶりなこの 38mm というサイズ感も合わさっていて、趣味感たっぷりな腕時計に仕上がっているので、今さらっと楽しめる大人の腕時計を探してるっていう方はぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみた第一印象なんですけど、それはなんとなく未完成な感じはするんだけど、いい味わいあるなーって、そんな感じでしたね。それはいい意味で、なんていうのかな、完成されすぎていないっていうのか、優等生な感じがしないっていうことで、どこかその古めかしい感じがあって、あとちょっとゆるさも感じさせる昭和的なツール、そんな感じがめちゃくちゃ魅力的に感じました。今の時代っていうのはデザインもスペックも、あと仕上げも高次元にバランスしている、そんな素晴らしい腕時計っていうのは多くあるんですけど、そういった腕時計を見て、いやちょっと完成されすぎていて面白みに欠けるなって、そんな感じを持っている方も意外と多くいるんじゃないでしょうか。例えて言うと、その70年代とか80年代の古い映画を見て、いやこんな時代最高だったなって思う、そういった大人世代の方だったら、このFLX001 ぐさっと刺さるかもしれないですよね。いや絶対刺さるかとは思います。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューするこの FLX001 のデザインはヴィンテージのダイバーズウォッチからインスピレーションを得ているそうなんですけど、そう言われてみると時計全体の雰囲気としてはいい意味で古めかしいツール感、そんな感じありますね。自分身はオーソドックスなペンシルタイプなんですけど、ダイバーズウォッチとして重要となる分身だけオレンジカラーになってるっていうのが特徴の一つ。ただこのオレンジ色の分身については他のダイバーズウォッチでもよく採用されているので、特にすごく特別感があるっていうことはないんですけど、この焼けた感じの蓄光塗料と合わさっていることで雰囲気よく見せているのがうまいところだと思います。そして面白いのがインデックスなんですよね。1211は三角マーカーで、それにドットインデックスとバーインデックス、この組み合わせになってるんですけど、上下のドットインデックスの大きさが違っていて、いい味わいっていうのか独特の癖になっているのがすごく印象的で、もしかしてこのアシンメトリーなデザインっていうのは何かツールとして意味があるのかなって思って公式サイトを調べてみたんですけど、いやそこにはただ単にそれがバッドアス、かっこよく見えるっていう理由だけって書かれてるんですよね。この違和感のあるこのアシンメトリーのドットインデックス、単に直感的にデザインしただけっていうのを知って、いやーやられたって感じで、またさらに好きになりました。この理屈じゃなくて、ただ単にそのかっこよく見える、それもデザインには重要だと思います。これ見てもう見れば見るほど好きになりました。そしてベゼルなんですけど、スリムな作りでクラシカルというのか、ちょっと華奢な印象ありますね。でそのベゼルは、50、40、30とカウントダウンベゼルになっていて、ここはオメガの C マスター300の初期モデル、これをオマージュしているそうです。今のダイバーズウォッチではこのカウントダウンベゼルほとんど見ないので、なんとなくなんですけど、ここが通好みな感じに見えて個人的に好きなポイントですね。それにこのベゼルの縁の部分は繊細なコインエッジになっているのもすごくいいところで、クラシカルで遊び心を感じさせるダイバーズウォッチなんですが、それをほんの少し上品に見せる、その見せ方めちゃくちゃうまいなって感心しました。そしてそれに合わさっているのがこのふっくらとしたヘサライトの風貌、いわゆるプラ風貌になってるんですけど、柔らかなボックス形状になっていてヴィンテージな感じありますね。なかなかいい伝わり方します。ゆったりとしていて温かな見た目、ここすごくいいと思います。ただやっぱりそのプラ系の風貌、アクリル素材の風貌なので傷は入っていくかとは思いますね。ただ時計全体のスタイルっていうのがクラシカルっていうのが古めかしい感じがあるので、
風防にね多少傷が入っているぐらいが時計としては味があるんじゃないかなって思うところですね。ただね、風防に初めて傷つけた時はいやーやっちゃったってめちゃくちゃへこむとは思うんですけど、不思議なもので3つ4つとね傷が増えていくとだんだんね気にはならなくなるかとは思います。でケースについてはリューズガードもなくてスマートなフォルムになっていることで、パッと見た感じっていうのかな、それはとてもスマートに見えて、今の時代だったらきれいめなジャケパンスタイル合わせていただいても意外とねスッと馴染んでくれるかと思います。時計全体の印象としてはクラシカルで遊び心を感じさせる、そんなねスタイルの腕時計なんですけど、やや小ぶりな 38mm サイズってこともあってスマートな印象もあって、大人の趣味感のあるダイバーズウォッチ、そんなね腕時計に仕上がっていると感じました。ヴィンテージスタイルのダイバーズウォッチなんですけど、なんていうのかな、完成されすぎていない、それがね逆にリアルな感じ、とてもね味わいあると思います。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していこうと思います。ムーブメントは機械式自動巻きですね。セイコーの NH38A が搭載されています。ベーシックなムーブメントになるので、ここがねすごいよっていうところは特にないんですけど、信頼性も高くて長くね愛用していただけると思います。そしてサイズいいですね。ダイバーズウォッチとして考えると小ぶりな 38mm になっていることによって腕にねスッと収まってくれるので、スポーティーな腕時計には違いないんですけど品よく見せる、こういったところもね使いやすさにつながっていると思います。そして風防はヘサライトと呼ばれるいわゆるねプラ風防になっています。やはり傷には弱いので経年でね多少傷は入っていくかとは思います。そして防水は20気圧防水になっています。20気圧防水っていうのは時計本体を水の中にねザブザブつけてしまっても大丈夫なぐらい頼もしい防水スペックになっているので、普段の汗とか雨っていうのはもちろんなんですけど、夏にねキャンプだったりバーベキューだったり川辺でもう水をねバシャバシャかけ合って遊ぶような、そんなシーンでも安心して使っていただけるような防水になっています。スペックについてはバランスよくまとまっているかとは思います。ただこのヘサライトというプラ風防については好み分かれるかもしれないですね。やっぱり数年愛用していくと小傷入っていくと思うんですよね。ただこの腕時計だったら風防に小傷がある程度ね入ったぐらいがいい味わいにね見えるんじゃないかなと思います。あと作りで感心したところはラグがねぐっと下がっていて腕の乗りがすごく良くて着用感抜群でした。本当にね実用性もよく考えられて作られてるなって感じました。それとストラップについてなんですけど、シンプルなブラックのナイロン系のストラップがデフォルトでついています。それには理由があって、このね FLX001 を購入する方は時計好きな方が多いはずだから、自分のね好みでストラップ付け替えて楽しむはずってことで、コストを抑えたり、あとね環境に優しいっていうことで海洋プラスチックを再利用した、そんなねリサイクル素材のストラップがデフォルトでついているそうです。いや、こういったところを見てもフルークスっていうのは時計マニアな方が運営しているマイクロブランドって感じがあって、デザインだけではなくてね作りにも好感持てました。まだ届いて数週間なんですが、着用イメージ写真少しね撮影してみたので、コーデのイメージだったり、あとはサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。
ヴィンテージなダイバーズスタイルの腕時計なんですけど、サイズがね小ぶりなこともあってカジュアルなコーデだけではなくてちょっときれいめなジャケパンスタイル合わせてもねすごくね相性良かったですね。手持ちのストラップあとね交換してみてイメチェンも楽しんでみたんですけど、シックなレザーストラップと合わせてみるとぐっとね渋さが増して親父にねぴったりな雰囲気になったのも想像以上にね楽しかったです。なんていうのかな、気兼ねなく付き合える相棒ような腕時計で特に大人世代の方に刺さるかとは思います。今回はカナダのマイクロブランドフルークス様とのコラボレビューとして FLX001 を時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうかね。なかなか気になったという方も多いかと思うんですが、オーソドックスなダイバーズスタイルにはなってるんですけど、どこか癖もあってつけていてねワクワクできる、そんな腕時計だと思います。高級なねダイバーズウォッチっていうのもやっぱりねいいんですけど、ちょっとこの未完成のようなクラシカルスタイルのダイバーズウォッチ、そんな腕時計を長い相棒として選んでみるのもありじゃないかなと思います。またねストラップ自分好みに変えて楽しむのもぐっと気分が上がるので、この動画を見てドキッとしたっていう方はぜひ一度公式サイトをチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計管理の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。